皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 13. 今回のエピソードは、前回2回ほど私のポッドキャストに、参加していただいたユミさんにまた来てもらいました。今回はオンラインです。ユミさん来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今回は特に一人で日本に来た場合にどうやって楽しむのか、どうしたらなるべくいろんなことを試せてポジティブな滞在の思い出を作れるかについて、お話ししてもらいたいと思っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。結構授業で話していてユミさんの日本での生活の話を聞いているといろんなイベントに参加したり、毎週いろんなことをした話をしてくれて、すごく、楽しそうですが、一人で日本に滞在している場合でも、楽しむコツってありますか？そうですね。東京ではいろんなイベント情報を簡単に手に入れられると思いますが、私の場合は日本に来たばかりの頃に意識的に好きな分野の SNS アカウントとかフォローして、イベントの最新情報がすぐ手に入れるようにしました。あと、アプリの設定、Google とかもう日本バージョンに変えるし、で、情報検索するとき、アルゴリズムのおかげで、関連の日本のイベント情報も広告の形でどんどん来ます。それから、日常生活でよく利用するのは、駅や電車の広告です。で、それは、その時、その地域ならではのイベント情報をよく見ることができます。はい、そうですね。確かに日本って、季節の変化がはっきりしているので、その時々で、違ったイベント、様々なイベントが紹介されますよね。そうですね。なんか日本の季節の風物詩はすごく印象深いです。日本の四季ははっきり分かれているので、季節それぞれ異なる風景が見えます。で、みんなも知っているのは、なんか春といえば桜のお花見をするし、で、秋は紅葉を見ますってことです。で、季節に応じて物産も変わります。それに伴ってメニューにも旬の食材から作られた料理が常に見えます。うん、確かにそうですね。季節によってメニューを毎回変えるっていうのは結構日本では普通のことですが、外国ではそうでもないかもしれないですね。はい。一年中暖かい台湾から来た私にとっては、季節の転換を感じて、それを実際に体験するだけで、毎日もっと楽しくなります。東京では友達と遊ぶためでも自分で楽しむためでも、とにかくお金がかかるイメージがありますが、ユミさんはお金をかけすぎずに楽しむコツとかありますか？はい。それは、情報を検索するときは、東京無料イベントというキーワードから、意外と多くの無料のイベント情報が出ます。この間も、瀬戸内ジャンゴストリートという音楽フェスをタダで楽しめました。東京で友達を作るのはどうでしたか？大変でしたか？そうですね。ワーホリ中の外国人の中でうまく友達を作った方もいると思いますが、バイト先とか住んでいるシェアハウスとか、もしくは東京外、例えば東京に住んでいる台湾人グループなど、人と出会う場所は友達を作れると思います。例えばユミさんはシェアハウスに住んでいて、
あと言語学校にも行きましたが、そこでは友達は作れましたか？そうですね。もともと、言語学校に通うの目的の一つは友達作りでしたが、自分が行ったクラスにはすごく静かで、授業以外は交流は、クラスメートたちの交流が少ないです。で、シェアハウスの方は、文明度はほぼ中華圏の人たちです。で、文化が違いから喋るのは喋りますが、生活の規則がそれぞれ違いますので、一緒に食事をするすら少ないです。私のフォロワーさんの中では、外国人の友達はできたけれど、日本人と友達になるのはすごく難しかったっていう人が多かったですけれども、ユミさんにとってはどうでしたか？私にとっては難しいというより、どんな状態で友達と言えるかわからないです。向こうは親切にしてくれたこともよくありますが、それは友達として、もしくは、親切なのか、ただ単に助けてくれてるだけなのかわからないって感じかな。はい。向こうから一緒に遊ぼうよと言われても、予定を立てて会うまでいかないことが多い。そうね、日本人がどれくらい日本人に誘ってみて忙しいですとか言われて、それが本当に忙しいなのか、ただ単にもっとプライベートの時間が欲しくて、あまり人に会いたくないのからなのかとか、結構考えてしまうかな、日本人を誘うっていうのは。ユミさんは、職場でも、日本語を結構使う機会が多いと思いますが、実際に日本人と日本語を話してみてどうですか？授業中で話していた日本語が役に立っているか、それとももっと大変ですか？やはり授業中の内容は役に立ちましたが、でも最初にすごく衝撃だったのは、日本人の話すスピードでした。で、授業ずっと受けていても、あと日本のドラマも見ていても、実際に日本人の方を話すときは、スピードが速いと感じた上、みんなの言葉遣いとか口調とかそれぞれ近くて、で、最初は私はキーワードだけで全体的な内容を推測していたので、会話はすごく大変でした。そうね、確かに日本人の喋り方のアレンジの仕方ってものすごくあって、実際に日本人と話すと、こんな日本語聞いたことないみたいな、ちょっとびっくりすることがあるかなと思います。そうですね。で、それだけでなく、自分の日本語はまだ完璧ではないので、わからない言葉もあるし、間違えた言い方もあります。で、言いたいことを相手にちゃんと伝えられない場合もあります。でも、日本人は常に気を使ってくれて、優しいからこそ逆に私が言っていることがわからなくても聞いてくれませんでした。そうですね。もし、例えば日本人と話し始める前に、私の日本語は完璧じゃないので、もしわからなかったら教えてくださいねっていうのも、一つのコツかもしれないですね。向こうに直すのは失礼なことじゃないんですよって伝えるために。では日本語に関してはすごく大変なことが多いと思いますけれども、それ以外で日々大変だなと思うことはありますか？日本の生活で。すごく辛い、大変なことは食生活です。私はベジタリアンなので、日本ではあんまりベジタリアンという概念がそんなに広まっていないので、時々ベジタリアンメニューを表示されていても、魚が使われていて、
はい。で、スープにもお肉が使われている場合もあります。なので、外食したいときは、わざわざベジタリアンレストランとか、ビーガンレストランとか行かないと食べられません。で、東京にはいろんな美味しいビーガン料理がありますが、すっごく高いです。そうですね。日本でビーガンとかベジタリアンになるのって結構大変で、例えば一見ただの野菜の茹で物だけど、実は出汁に、魚が使われていたり、ただのデザートだけど、ゼラチンが動物性だったりと、隠れ肉、魚が多い、動物性のものが多いし、あとはベジタリアンイコール肉を食べないって思っている日本人も多いので、魚は大丈夫なのかとか、卵も大丈夫とか、っていう勘違いも多いので、もしすごく、厳しくベジタリアンとかビーガンだったら、やっぱりそういうビーガンレストランに行くか、自炊した方がいいと思います。日本でカルチャーショックを受けることはありましたか？カルチャーショックは多分台湾で、よく日本の情報を簡単に手に入れられるので、日本の文化にはあんまり特に強い衝撃がないと思います。でも生活に関して日本ならではの特徴といえば、やはり電車文化かなと思います。通勤や通学手段は主に電車だけなので、ラッシュアワーは電車がすっごく混雑して、で、毎回私はもう電車に入れないと思うとき、他の、まだ入れる。はい、他の人はまた入っていきます。入ってくるよね。はい。で、混雑しすぎると、次側を使わなくても、人に挟まれていて、電車が揺れても倒れません。むしろ、混雑しすぎている時の方がバランスを保つのは簡単ですよね。はい。そして、電車が何が原因で遅延したら、遅延証明書をもらえます。電車が運休する原因の一つは人身事故です。で、恐ろしいのは、その頻度が高くて、みんなもう慣れているみたいです。人身事故っていうのは、人が線路内に入って、起こった事故のことです。で、本当に意図せずに落ちてしまって、例えば酔ってたから落ちてしまったとか、混雑しすぎていて落ちてしまったっていう場合もたまにありますけれども、大体は自殺の場合が多いです。で、それがラッシュアワーに特に多いのは、やっぱり朝通勤して、仕事が理由で自殺する人が多いかもしれないので、朝通勤中に、もうダメだって思ってしまったり、仕事からの帰りに、家に帰ってもまた明日仕事に行くからっていう気持ちで自殺してしまったりとか、すごく悲しいことですけれども、一人の人が、自殺すると、何万人もの人に影響が起こるので、結構人身事故のせいで、家に帰るのに2時間かかったこととか、電車がずっと止まってることもあるので、これはちょっと複雑な問題ですけれどもね。はい。で、同じく複雑なのは、東京の電車の路線いくつかの鉄道会社があって、で、電車を乗り換えるときは、同じ駅名でも遠くまで歩く場合もあります。で、同じ駅の中に、例えば渋谷駅は、地下5階から地上3階まで、電車の、プラットフォームがあります。それは本当に、信じられないです。高さもそうですけれども、幅も広いので、例えば、
新宿三丁目駅っていう地下鉄の駅と新宿駅っていう地上の駅は地下でつながってるんですけれども、一番遠くの出口から一番遠くの出口を駅の中を歩いて30分ぐらい歩けることもあるので、もし急いでる場合は、必ず時間に余裕を持って電車を使う場合はね、日本で、時間に余裕を持っておいた方がいいと思います。ではユミさん、ポッドキャストに参加していただいて、いろいろなお話をしてくれてありがとうございました。ありがとうございます。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょう。